今回はレイマリン社オートパイロット ST1000 と2000の弱点についての解説です。これはですね、ヨットで使う装置で、オートパイロットと言います。これは自動でステアリングする装置なんですけれども、これはよくトラブルがあります。その中で、一番多いのはですね、ここの出入りするシャフトですね。これのここからですね、海水とか雨水が入っていって、中の基板を壊してしまうという、そういう現象があります。今日はですね、この中にオイルシールが入っているんですけれども、それの説明をしたいと思います。分解すると中はこんな感じになっています。シャフトに対してこれがですね、こういうふうに動くんですけれども、ここの中にオイルシールがあって、こちら側についた水ですね、水分、それを全部、取ってくれる、ワイパー的な役割ですね。そういう仕組みになっています。じゃあオイルシールをですね、実際に見てみましょう。ちょっと分解してみます。これですね、これオイルシールになっています。で、実はこれオイルシールっていうのは、バイクとかの、前輪のですね、フォーク、前輪に何ですかね、クッションといいますか、それがついてますけれども、それもシャフトが出たり入ったりしますけれども、それにもこれが入ってるんですけれども、この中に、こういうバネが入ってますね。これ見えますかね、このバネ。これ伸び縮みします。これがこのリングのですね、ゴムの部分、これをギュッと締めることによって、先ほどのこのシャフトですね、これを締めて水を、ワイプすると、そういう機能のものですね、このオイルシールは。オイルシール部分の断面はこんな感じになっています。それではソースを使って実験してみましょう。こういうふうにソースをですね、シャフトに垂らして、オイルシールの部分を、こういうふうに動かすとですね、ソースはきれいに、ワイプされた状態になると、そういうふうになっています。では今ソースをワイプしたオイルシールをですね、ちょっと取り外して、バネの部分を確認してみますけれども、このようにですね、バネの部分にもうソースが入っちゃってます。すなわちこれ実際にヨットで使う場合、海水とかですね、雨水がここに入るということになりますね。では次はですね、オイルシールのバネを取った状態、これでやってみます。同じようにソースをつけて、オイルシール部をこういうふうにね、滑らしていくと、ほら、べったりと、シャフトにソースがついたままになってます。このオイルシールの中に入っているこれバネなんですけれども、大体いろいろ装置を修理してみるとですね、このバネ自体がもう錆びちゃって全然ボロボロになってですね、効果が全くなくなっている。すなわち海水とか水がですね、先ほどのこのロッドのところからジャブジャブと装置の中に入っているということによって、基板に塩水がかぶってショートして動かなくなるというのが、ほとんどの装置で見られます。あと重要なのはこのあれですね、このオイルシールのシールするところはゴムになっててですね、ここが、綺麗でないというか削れたりするとまた効果がなくなりますね。あともう一つ、このシャフトのですね、表面、これはツルツルでないとダメです。傷がついてたり異物でデコボコになってたりすると、そこがですね、このゴムの部分を傷つけてきれいにワイプしてくれなくなったりしますので、このオーパイのシャフト、これは常にきれいな状態で保つようにしてくださ
オイルシールバネの破損例ですね。ここが破損すると水がジャバジャバ中に入っていくようになります。中に入った海水が基板にべっとりとついています。モーターも海水をかぶって錆びています。方位センサーも塩をかぶりまくりです。対策としてはシャフトに水がつかないようにするのが一番です。このようにビニール袋でシャフトをカバーする方法が良いと思います。ヨットに一人で乗る人は必ずと言っていいほどこのオーパイを持っています。いざという時に壊れないよう日々のメンテナンスも必要です。そのメンテに参考になる動画をこれから何回かに分けてアップしていこうと思っていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。